2023年12月、神奈川県川崎市の玉川河川敷で重りをつけたスーツケースの中から手足を縛られた男性の遺体が発見されたのだ。しかも犯人は家族ぐるみで遺体を遺棄していた事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。この事件はアウトロー系配信者として活動していた原結乃さんが元交際相手の一家とその知人によって殺害された事件なのだ。家族全員が犯行に関与していたなんて普通じゃないわよね。被害者の原さんはゆいがというハンドルネームで長年ネット配信を続けており、自ら暴力団の相談役と豪語していた人物だったのだ。配信者と元交際相手の一家の間に一体何があったのかしら。一家5人が共謀してスーツケースに遺体を詰め込み多摩川に流すという大胆な証拠隠滅を図っていたことも明らかになっているのだ。証拠を隠そうとした計画性が余計に恐ろしいわ。後半では僕とメタンでなぜ一家全員が犯行に加わることになったのか、そして誰が犯行を主導していたのかについて深く考えていくのだ。家族間に潜んでいた闇についてもしっかり向き合っていくわよ。楽しんでほしいのだ。ある日、被害者の原結乃さんがネット配信で西高舞容疑者とその家族を激しく誹謗中傷し始めた。その瞬間から一家の歯車は狂い始めたのだ。配信での誹謗中傷が殺人にまで発展してしまったということ？その日を境に家族の中で何かが少しずつ壊れ始めたのだ。今日はその経緯を丁寧に追っていくのだ。どんな背景があったのか順を追って聞かせてほしいわ。まず被害者の原結乃さんについて整理しておくのだ。原さんは1977年生まれで去年46歳だったのだ。46歳で亡くなったのでどんな人物だったの？原さんはゆいがというハンドルネームで2011年からニコニコ動画を中心に活動していたアウトロー系配信者だったのだ。自らを住吉会の相談役と豪語し、過去の犯歴を自ら披露するスタイルで注目を集めていたと報じられているのだ。反社会的な過去を売りにしていた配信者だったのね。近年は TikTok や YouTube にも活動の場を移していたが、登録者数は数千人程度と人気には陰りが見え始めていたそうなのだ。それでも過激な発言を繰り返すスタイルは変わらなかったのだ。人気が落ちてきても過激路線をやめなかったのね。そして一家の中心人物となる西高舞容疑者は当時32歳で原さんの元交際相手だったのだ。2人はいつ頃から交際していたのか詳細は明らかではないが、別れた後もトラブルが続いていたとされているのだ。別れた後もトラブルが続いていたの？舞容疑者は警察の調べに対し、原さんの動画配信で私や家族が誹謗中傷されトラブルになっていたと供述していると報じられているのだ。原さんは元交際相手とその家族を配信の中で繰り返しターゲットにしていたとみられるのだ。配信で特定の人物を誹謗中傷し続けるなんてそれ自体が十分に問題のある行為よ。しかもその配信は不特定多数の視聴者の目に触れるものだったのだ。舞容疑者の家族の名前や情報がさらされていた可能性もあり、一家にとっては日常生活にまで影響が及ぶ深刻な問題だったと考えられるのだ。家族全員が傷つけられていたなら追い詰められていった気持ちも理解できてしまうわ。次に西高への家庭環境について触れておく必要があるのだ。舞容疑者が育った環境は幼少期から相当に荒んでいたと複数の関係者が証言しているのだ。幼少期からすでに問題があったということ？舞容疑者の小中学校時代の同級生の保護者によると、父親の正弘容疑者はほとんど家に帰らず、たまに帰ってきても家庭内暴力があったと語っているのだ。運動会では舞容疑者がレジャーシートも敷かず校庭にヤンキー座りで一人で昼食をとっていた姿が印象に残っていると証言されているのだ。両親が授業参観にも来ない家庭だったので子供の頃からずっと孤独だったのかしら。父親による DV は舞容疑者の幼少期から続いていたとみられ、そうした環境の中で彼女が唯一頼りにしていたのが2歳上の兄翔吾容疑者だったと報じられているのだ。 DV のある家庭で育って兄だけが心の支えだったのね。事件当時、父の正弘容疑者と母の美穂容疑者はすでに離婚していたのだ。しかし今回の犯行では離婚した父親を含む家族全員が一致団結して動いているのだ。離婚していたのに犯行では全員が動いたの？それはどういうこと？離婚後も家族間のつながりが維持されていたとみられ、舞と原さんとの間にトラブルがあったという状況が家族全員を動かす引き金になったと警察は見ているのだ。家族を守ろうという意識が最悪の方向に向かってしまったということなのね。さらにこの事件には舞容疑者の交際相手岩木周平容疑者も加わっているのだ。当時39歳で会社員だったという岩木容疑者は舞容疑者の新しいパートナーとして一家に関与していたと見られているのだ。新しい交際相手まで犯行に加わっていたのね。5人の関係性を整理すると、舞容疑者を核として血のつながった両親と兄、そして新しい交際相手という構図になるのだ。
これほど多くの人間が一つの犯行に関与するのは極めて異例のことなのだ。5人全員が捕まっているということはそれだけ深く関与していたということよね。さて、ここからは事件が実際にどう展開していったかを時系列で追っていくのだ。原さんによる誹謗中傷配信が続く中で、一家の怒りと恐怖は積み重なっていったのだ。追い詰められた一家がどのような行動をとっていったのかを見ていくので、報じられているところによると、事件が起きたのは2023年12月中旬のことだったのだ。具体的な日付は捜査の都合上明かされていないが、その頃に原さんの殺害が行われたと見られているのだ。2023年の12月中旬に殺害されたということね。犯行現場となったのは西高家ゆかりの場所、または原さんを呼び出した場所だったと考えられているのだ。詳細な現場については捜査機関が調査中だが、近隣住民からゴーッというとんでもない音が聞こえたという証言が上がっていたと報じられているのだ。ゴーッという音って何の音だったのかしら。この音が何を示すのかは現時点では断定できないが、何らかの機器が使用されたか、激しい争いが起きたことを示唆している可能性があると見られているのだ。周辺住民がその異変に気づいていたというのは重要な点なのだ。周りに気づいていた人がいたのに助けられなかったということね。原さんの遺体には首を絞められた跡があり、手足は縛られた状態だったのだ。これは単純な口論の末の衝動的な犯行ではなく、相当の時間をかけた組織的な行為だったことを示しているのだ。手足を縛るという行為は完全に計画されていたということよね。この後、事態は急転するのだ。殺害を終えた5人は次の問題に直面したのだ。原さんの遺体をどう処理するかだったのだ。5人は大田区内の量販店に向かい、大型のスーツケースを購入したのだ。防犯カメラには複数人がその量販店に入る映像が残されていたと報じられているのだ。購入したスーツケースに46歳の男性の遺体を折りたたんで収めるという作業が行われたのだ。手足がすでに縛られていた原さんの遺体は折りたたんだ状態でスーツケースに押し込まれたと見られているのだ。さらに5人はスーツケースが浮かないよう重りを取り付けたのだ。証拠を徹底的に消し去ろうとする冷静な判断がこの段階でも働いていたのだ。そして5人は大田区本羽田の河川敷へと移動したのだ。深夜の人気のない多摩川の岸辺で重り付きのスーツケースを川へと流したのだ。発見場所から約2キロ上流にあたるその地点で5人は証拠の痕跡を残さないよう素早くその場を離れたと見られているのだ。しかし多摩川の流れはスーツケースを予想外の場所へと運んだのだ。水流に押し流されたスーツケースは下流で岸に打ち上げられ、釣り人の目に触れることになったのだ。完璧に隠したつもりだったのに川が遺体を運んでしまったのね。2023年12月29日の夜、川崎市川崎区の玉川岸で釣りをしていた人物が大きめのスーツケースがあると110番通報したのだ。その時点では中身が何なのか誰にもわからなかったのだ。釣り人が最初に発見したのでどれほど驚いたかしら。翌12月30日、神奈川県警が確認に向かったのだ。河川敷に打ち上げられた重り付きのスーツケースを開けると、中には折りたたまれた状態で収められた男性の遺体があったのだ。警察が開けた瞬間の衝撃は想像するだけで怖いわ。首には明確な絞殺の痕跡があり、手足は縛られたままだったのだ。警察は直ちにこれを殺人死体遺棄事件として捜査を開始したのだ。その後防犯カメラの映像から5人が特定されていくのね。神奈川県警は付近及び大田区内の量販店周辺に設置された防犯カメラの映像を精力的に解析したのだ。スーツケースを購入する場面、河川敷へ向かう車両、遺棄後に立ち去る人物たちの姿が映像に残されていたのだ。量販店でスーツケースを買う場面まで映っていたのね。2024年9月25日、神奈川県警は西容疑者ら5人を死体遺棄の疑いで逮捕したのだ。逮捕時、美穂容疑者以外の4人はおおむね容疑を認める供述をしていると報じられているのだ。母親だけが否認しているのでそれも気になるところだわ。ここでこの事件の被害者となった原由衣子れさんについて改めて詳しく見ていくのだ。原さんは東京都江戸川区に住んでおり、表向きは無職だったのだ。まだ40代でインターネットの世界に活動の場を持っていたのね。自らを住吉会の相談役と豪語し、過去の反撃を配信の中で自ら披露するという異色のキャラクターで一定の注目を集めていたのだ。他のアウトロー系に好まぬしと互いを罵倒し合うような配信も言っていたと伝えられているのだ。そして原さんと西容疑者の関係は元交際相手というものだったのよね。2人の間のトラブルが今回の悲劇の根本にあるわけね。原さんは事件のわずか直前にも X への投稿を言っていたそうなのだ。その投稿が彼の最後の痕跡になってしまったのだ。その投稿が最後の言葉になってしまったので胸が締め付けられるわ。犯行に至った直接のきっかけについて舞容疑者は警察の調べに対し、原さんの動画配信で私や家族が誹謗中傷されトラブルになっていたと供述していると報じられているのだ。原さんがアウトロー系配信者として活動する中で
元交際相手である舞容疑者やその家族に関する内容を配信上で取り上げ、それが西一家にとって深刻なトラブルの源となっていったと見られているのだ。それが動機になったとしても殺害するなんて絶対に許されないわ。一家は以前から外部に対しても異変を見せていたのだ。近隣住民によると、事件前後の時期に部屋からゴーッというとんでもない音が聞こえていたと語っているのだ。詳細は明らかになっていないが、室内で何らかの激しい行為が行われていた可能性が指摘されており、この異変が後に捜査の重要な手がかりの一つとなっていったのだ。この後いよいよ犯行の詳細な場面に入っていくのね。2023年12月中旬のことなのだ。夜の尖りが降りた西の室内、窓には厚いカーテンが引かれ、外からの光はほとんど届かない状況だったと伝えられているのだ。原さんはその場に呼び込まれ、あるいは連れてこられた状態で西一家と向き合っていたと見られているのだ。室内には正弘容疑者、美穂容疑者、正吾容疑者、舞容疑者、そして岩木容疑者の5人がいたとされているのだ。複数の人間に取り囲まれた原さんに逃げる余地は残されていなかったのだ。5対1という状況の中、原さんの首には強い圧力が加えられていったのだ。原さんの体が激しく抵抗し、室内に物音が響き渡ったのだ。しかし周囲の部屋にその異変が伝わることはなく、声を上げる間もなく意識が遠のいていったと見られているのだ。遺体に残された首への絞められた跡がその凄惨な最後を無言で物語っているのだ。原さんの手足はその後縄で固く縛り上げられたのだ。5人はすぐさま次の行動に移ったのだ。大田区内の量販店へと向かい、大型のスーツケースを購入してきたのだ。その行動は防犯カメラにはっきりと捉えられていたのだ。室内に戻った5人は原さんの遺体をスーツケースの中に折りたたむようにして押し込み、重りを加えてチャックを閉めたのだ。遺体の体をスーツケースのサイズに合わせるように折り曲げる、その行為には人間としての尊厳のかけらも感じられないのだ。言葉を失うわ。5人がかりでこんなことをするなんて。証拠隠滅の動きはさらに続いたのだ。5人は車にスーツケースを積み込み、大田区本羽田の玉川河川敷へと向かったのだ。発見場所から約2キロ上流の地点で、深夜の河川敷、5人はスーツケースを川へと流したのだ。重りがつけられていたにもかかわらず、スーツケースは川の流れに乗り、やがて川崎市川崎区の岸辺へと漂着したのだ。原さんの遺体は川に流されて見つかったのね。2023年12月29日の夜、多摩川を訪れた釣り人が大きめのスーツケースがあると110番通報したのだ。翌30日、神奈川県警が確認したところ、スーツケースの中から変わり果てた原さんの姿が発見されたのだ。釣り人の方がどれほど驚いたか心が痛くなるわ。警察は遺体の首に絞められた跡があることを確認し、即座に殺人死体遺棄事件として捜査を開始したのだ。付近の防犯カメラ映像の徹底的な解析が行われたのだ。量販店でのスーツケース購入から遺棄まで映像でしっかり終えたのね。2024年9月25日、神奈川県警は西容疑者ら5人を死体遺棄の疑いで逮捕したのだ。一家は誰が犯行を主導したのかについてもなお捜査が続けられており、殺人罪での立件を視野に捜査が進んでいるのだ。5人全員が関与していたというのはこの事件の得意なところよね。黒幕の存在という観点から見ると、5人の中で誰が主導的な役割を果たしたのかは未だ明確ではないのだ。美穂容疑者だけが容疑を否認していることも捜査において重要な点となっているのだ。否認している母親が実は重要な鍵を握っているという見方もできるわね。また組織関与という観点からも注目すべき点があるのだ。原さん自身が住吉会の相談役を自称していたアウトロー系配信者であり、その背後にどのような人間関係があったのかも捜査の焦点の一つとされているのだ。被害者自身がアウトロー的な世界に身を置いていたということもこの事件の複雑な背景を作っているわ。46年の人生を歩んできた原さんの最後がスーツケースに折りたたまれて多摩川に捨てられるという形になったのだ。その非常さは言葉にならないものがあるのだ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず最初に考えたいのは西一家の内面崩壊がどこから始まったのかという点なのだ。表向きの動機は原さんの配信による誹謗中傷とされているが、僕はその説明だけでは到底足りないと思うのだ。誹謗中傷が動機というだけで一家全員が殺人に加担するなんて普通ではありえないわよね。そうなのだ。配信で悪口を言われた程度のことで父、母、兄、新しい交際相手まで動員して人を殺すという選択肢に至るためにはもっと深いところに何かがあったと考えるべきなのだ。その深いところこそが今回の確信だと思うのだ。ではその深いところに何があったと思うの？まず注目したいのは舞容疑者が育ってきた家庭環境なのだ。父親による家庭内暴力、授業参観にも来ない両親、
運動会で一人ヤンキー座りをして食事をしていた幼少期という証言が残されているのだ。そういう環境で育った子供がまともな自己肯定感や判断力を育てられるかしら。育てられないのだ。愛着形成が歪んだまま大人になった人間は誰かに強く依存するか、あるいは身近な人間の怒りや感情に過剰に引きずられやすくなるのだ。舞容疑者の場合、その依存の対象が兄の正吾容疑者だったと伝えられているのだ。父親の DV から守ってくれた兄を唯一の支えとして慕っていたということね。そういうことなのだ。兄への強い依存と信頼がある状態で兄がやるぞという方向に動いたとしたら、舞容疑者には逃げるという選択肢が見えなかったかもしれないのだ。逃げるという選択肢が見えなかったか。でも大人なんだから自分で判断できるはずじゃないかしら。それがまさに共依存の恐ろしさなのだ。共依存の状態にある人間は自分の意思よりも相手の感情や期待を優先することが当たり前になってしまうのだ。逃げることは裏切りであり、自分の存在を否定することだと感じてしまうのだ。家族というとした関係の中でその構造がずっと続いていたということね。しかも一家はすでに離婚していた両親もこの犯行に加わっているのだ。離婚後も一緒に動けるほどこの家族の結びつきはある種の異常な密着状態にあったと考えられるのだ。離婚してもなお家族として機能し続けていたというのは確かに普通ではないわ。そこには孤立という要素も絡んでいると思うのだ。外部に頼れる人間関係がなく、家族の中だけで問題を解決しようとする文化が根付いていたとしたら、今回の凶行もその延長線上にあるのだ。外の世界に助けを求めるという発想自体が育ちの中で摘み取られていたのかもしれないわね。僕もそう思うのだ。問題が起きた時、警察に相談する、弁護士を頼る、距離を置くという普通の選択肢がこの一家には実感としてなかったのではないかと思うのだ。それが積み重なって最終的に殺人という最悪の答えを出してしまったということか。さらに考えたいのは、なぜ原さんとのトラブルがここまで一家を追い詰めたのかという点なのだ。配信での誹謗中傷は確かに苦痛だが、それが直ちに殺意に変わるためには何らかの引き金があったはずなのだ。原さん自身がアウトロー系の配信者で暴力団の相談役を自称していたという点も関係しているかしら。その点は重要なのだ。原さんが住吉会の相談役を自称していたという事実は、西高一家にとってこの人物には暴力的な背景があるという恐怖感を与えていた可能性があるのだ。実際にそういう組織の人間かどうかは分からなくても、そう信じてしまったら怖いわよね。そうなのだ。その恐怖と誹謗中傷への怒りが組み合わさった時、一家の中にやらなければやられるという歪んだ被害者意識が生まれたのではないかと思うのだ。被害者意識が先にあって自分たちを守るための行動だと正当化したということを。その可能性は高いと思うのだ。追い詰められた人間が最もやってはいけない判断をするのは、自分が被害者だと強く信じている時なのだ。加害の自覚が薄れ、行動が正義に見えてしまうのだ。でもそれは完全な思い違いよ。誹謗中傷されたとしても殺してよい理由には絶対にならないわ。絶対にならないのだ。ただ僕が言いたいのは、この一家は合理的な判断ができる状態ではなかったということなのだ。幼少期からの歪んだ家族関係、外部との断絶、共依存、そして恐怖と怒りが重なった末の破滅だったのだと思うのだ。正常な判断力が育たないまま、そのまま大人になって限界を超えてしまったということね。僕はやっぱりこの事件の根っこは、孤立した家族が外部への出口を持てなかったことにあると思うのだ。動機の表層にある誹謗中傷トラブルはあくまできっかけに過ぎなかったのだと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。ただそれを知っていてもこの悲劇を止められなかった社会の側の問題もきちんと考えなければいけないとも思っているのよね。次に、周囲がこの一家の異変に気づけなかった理由を考えてみたいのだ。確かにあれだけ家庭内が荒れていたのに誰も止められなかったのはなぜかしら。舞容疑者の幼少期、父親による DV は近隣にも知られていたのだ。同級生の保護者が複雑な家庭環境だったと語っていることからも、周囲は気づいていたはずなのだ。気づいていたのに動かなかったということよね。それは見て見ぬふりだったのかしら。当時の学校側が児童相談所に通告していれば、介入の糸口になっていた可能性があるのだ。運動会でヤンキー座りをして一人で食べていた舞容疑者の姿は孤立のサインとして読み取れたはずなのだ。先生や学校がそこで動いていればその後の人生が変わっていたかもしれないのね。両親が授業参観にも来ていなかったという証言もあるのだ。学校は家庭との接点を持てないまま問題を見過ごし続けたということになるのだ。学校が唯一の外部接点だったのにそこでも救いの手が伸びなかったわけね。もう一つ考えたいのは、成人後の行政との接点がほぼなかったという点なのだ。一家が大田区で生活していたとされるが、福祉の窓口に相談した形跡は見当たらないのだ。大人になってからの支援ルートが完全に閉ざされていたということかしら。日本の DV 支援は被害者が自ら申告しなければ動き出しにくい構造になっているのだ。舞容疑者のように幼少期から暴力を
日常として育った人間はそれを支援を求めるべき問題と認識すること自体が難しいのだと思うのだ。暴力が当たり前の環境で育てば助けを求めることさ思いつかないのよね。ここで社会構造の問題に踏み込みたいのだ。日本には虐待 DV を早期にキャッチする仕組みが制度上は存在しているのだ。しかし実態として児童相談所の人員不足や近隣住民の関わりたくないという意識が介入のタイミングを常に遅らせているのだと思うのだ。制度はあっても機能しないならないも同然よね。また正弘容疑者と美穂容疑者が事件当時すでに離婚していたにもかかわらず一家が共謀して行動できたという事実も重要なのだ。離婚後も関係が続いていたことを行政も福祉も把握していなかったのだと思うのだ。離婚したからといって家族の問題が解決したわけでは全くなかったのよね。離婚後の家族関係の継続を把握する仕組みは日本にはほとんど存在しないのだ。 DV の加害者が離婚後も元家族に影響力を持ち続けるケースは決して珍しくないのにそこに行政の目は届いていないのだと思うのだ。それは制度設計そのものの欠陥よね。離婚したら終わりではないのに。さらに言うと岩木容疑者という一家の外部の人間が犯行に加わっていることも見逃せないのだ。舞容疑者の新たな交際相手が一家の暴力的な論理に取り込まれたとすればこの家族の持つ引力の強さは相当なものだったのだと思うのだ。外の人間すら巻き込んでしまう家族の閉鎖性ということかしら。一家の外部との唯一の接点になり得たのがまさに岩木容疑者のような存在だったはずなのだ。しかし彼は外部からの健全な視点を持ち込むのではなく逆に内側の論理に染まってしまったのだと思うのだ。助けになるはずの人が一緒に深みにはまってしまったのね。これは孤立した家族を支援する際の難しさを示しているのだと思うのだ。外部の人間が家族の閉じた論理に接触した時その人自身が取り込まれるリスクがあるのだ。だからこそ専門的な訓練を受けた支援者が介入する必要があるのだと思うのだ。素人が個人的に関わろうとしても共倒れになってしまう危険があるということよね。そして最も根本的な問題としてゆいがことげんさんの配信活動が誹謗中傷の温床になっていた点についても触れなければならないのだ。プラットフォームがアウトロー系配信者の特定個人への攻撃を長期間放置していたことは今回の事件の遠因の一つと見ることもできるのだと思うのだ。誹謗中傷を放置し続けたプラットフォームの責任も全く無関係とは言えないわよ。もちろん誹謗中傷されたからといって殺意が正当化されることは絶対にないのだ。しかし追い詰められた状態の人間がその怒りの出口として暴力に向かうという連鎖を断ち切るためにはプラットフォームによる早期対処が不可欠だと思うのだ。被害者を守るためだけでなく加害者側が暴走しないためにも対処は必要なのよね。僕はやっぱりこの事件は幼少期の DV 放置から始まった長い連鎖が最悪の形で爆発した結果だと思うのだ。学校、行政、地域、プラットフォームそれぞれの段階で介入できたポイントがあったにもかかわらず全ての網の目をすり抜けてしまったのだと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。ただ一つ付け加えるなら個々の制度の穴を塞ぐだけでなく孤立した家族そのものを社会が見つけ出す仕組みを根本から作り直す必要があると思うわ。というわけで今回は玉川スーツケース遺体遺棄事件いわゆるゆいが事件を解説したのだ。どうだったメタン？幼少期からの DV 環境、家族全員が関与した強行、そしてネット上のトラブルが引き金になったという事実が重なり合って胸に刺さるわ。仮説パートで話したようにどこか一つでも歯止めがかかっていればと考えずにはいられないのよ。被害者の原ゆいのさんは46歳でネット配信という形で自分の居場所を作ろうとしていた人間だったのだ。どんな過去を持っていたとしてもスーツケースに折りたたまれて川に沈められていい命などこの世に一つもないのだ。原さんのご冥福を心からお祈りするわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。